買い取りでいただいたこちらのマーク2になります。平成10年式86,500キロ、サルフもオプションですから、お店によってはこのクオリティでこの距離だったら多分あとこれよりも100万円ぐらい高く売ってるところもあると思うんですよね。誰でも2秒で分かる、とりあえず修復歴チェックポイント。はい、よし君こんにちは。こんにちは。やっていきましょう。2月の18日11時39分、気温は14度、花粉が厳しくなってきた季節ですね。ちょっと飛び始めました。飛び始めたね。はい。はい。今回はですね、早速いきましょう。こちらのマーク2のご紹介。前回のチェイサーの紹介の最後の方にちょっと紹介した一瞬映った車ですね。そうですね。覚えてますね。はい。はい。で、一応この車、前回のチェイサーと同様に、この車に関しても買い取りでいただいたお車になります。はい。で、やっぱりね、前のチェイサーもそうですけれども、はい、これもちょっともう早速パッと見ていただくと、ヘッドライトをもう見てもらったりとか、ボンネットを見てもらったりとか、塗装のこの全体の艶を見ていただくと分かるんですけれども、はい、めちゃめちゃ綺麗です。いやもう明らかにめちゃめちゃ綺麗です。ライトとかすごいよ。みんな透明ね、なかなかないと思います。はい。まあ何度も言うように、やっぱりこういういい車って本当オークションに出てこない、はい、くなってきてる。まあ当たり前だよね。俺らもそうだけどさ、こういう車をいただくじゃないですか。はい、いただいて、じゃあそれをオークションに出す、まあ確かにオークションに出したら早いんですけど、はい、オークションに出すのをめちゃめちゃもったいないと思ってしまう。そうですよね。だやっぱり売れ残ってる、売れない車、売れ残ってる車、壊れてる車、まあボロボロな車、はい、自社ではちょっと手に負えないよねっていうものがオークションにどんどん出てくる。はい、まあこれが一般的な流れですよね。はい、専門店とかで言うならば。はい、で、この手の車をせっかく買い取ったのにオークションに出してたら、それ専門店やってる意味ないじゃん。ないですね。で、こんないい車をっていうところがありますので、はい、今日はですね、買い取りでいただいたこちらのマーク2を紹介させてもらえればと思います。はい、で、まあ買い取りの経緯的なところ、うちやっぱ最近買い取りめちゃくちゃ多いんで、はい、まあ買い取りの流れ的なところ、要はうちが買い取るまでの流れですよね。はい、っていうのをちょっとお伝えさせてもらったりとか、はい、あとはこれ先に言っちゃうとですね、修復歴ありなんですよ。ありなんですね。そう、修復歴あり、ありなんですけれども、どうしようかな、やろうかな、誰でも2秒で分かる、とりあえず修復歴チェックポイント。2秒で分かる。ヨッシーでも2秒で分かるから。そんなことあるんですか。そう、まあでもまあ普通にネット検索すりゃそのネタねっていう感じだと思うんですけれども、やっていきましょう。 OK ですね。はい、はい、じゃあ本日よろしくお願いします。お願いします。じゃあよしが改めましてやっていきましょう。はい、今日紹介させていただくのは買い取りでいただいた、はい、こちらのマーク2になります。内容の方をお話しするとですね、年式が平成10年式2月登録の車、西暦でいうと1998年式になりますね。はい、で2月なので、この車は前期モデルという形になります。で、グレードはツアラー V、 やっぱりうちはツアラー V しか入ってこない、はいはい、買い取りもツアラー V ばっかりという形でツアラー V でございますと。で、シフトはオートマで、走行距離がなんとですね86,500キロ。少ないですね。これまた少ないんですよ。前回では7万何千キロですよね。そうですね。最近ね、本当に走行距離少ないのが多くて、この20何年経った車で8万キロって大体相当少ない方なので、っていう車でございますと。はい、で、さっき言ったように修復歴はあり、車検は来年の7月まで残っているので、まあ、そのまますぐ乗れるっていうのと、あとは、見ていただいてパッと分かる通り、基本的にはノーマルです、はい、っていう感じでございました。で、うちで買っていただくお客様は、うちからね車を買ってもらってるお客さんは、はい、まあ比較的100系なんかは若い子が多いかな。20代前半とか、はい、まあ半ばぐらい。この間だと免許を取る前の子、これから免許取りますって言ってる子も、はい、でももうどうしても欲しくて、はい、先に買っちゃいますっていうので買って、はい、で2ヶ月後ぐらいにこの間インスタでさ見てさ、はい、免許取れましたって言ってやっと乗れるねみたいな話をしてたんですけれども、はい、買ってもらう子は若い子が多いんですけれども、はい、売っていただく方は、まあ、前の動画でもご説明しましたけれども、まあ、結構ご年配の方が多いと、はい、で前のお話でもありましたけれども20年以上経ってる車なので、はい、まあ、それを所有されてるお客様ですから、はい、
20歳で免許取ったって40歳っていう話ですよね、はい、っていうところがありますと。で、この車乗られてたオーナーさんも、この車をね新車から2年落ちぐらいのタイミングだから、西暦でいうならば2000年、平成でいうならば平成12年の時にトヨタのディーラーで中古車で買ったのよ。でそこから、ずっと乗られてたっていう形なので、平成12年だから今平成でいうと、36年なのか、だからやっぱ24年だね。24年所有されてたというお車です。で買ってすぐだったのかな。でも買ってねほどなくしてなのか、もう買った時からそうなのか分かんないんですけど、はい、東京23区のマンションの、機械式の駐車場の中に入ってた車なんですよ。じゃあ屋根下っていうことですね。そう、もう屋根下も屋根下、一切日が当たらないっていう、そういうことですか、ところで保管されていた車なので、はい、まあそりゃやっぱり塗装の状態、ライトの状態、至る所綺麗だよね。下回りとか見てもらうとそうなんですけど、めちゃめちゃ綺麗なので、っていう感じの車でございます。カーポートじゃないんですよ。横からとかちょっと光入るでしょ。そうですね。マンションのうるせえってそうっていうところがあるので、はい、やっぱりそういう車は、都内で使用しているのがいい悪いはね一概には言えないですけれども、はい、やっぱり東京都内都会の方に行けば行くほどやっぱ道はいいし、はい、さっき言った立地駐車場の環境もいいですし、はい、それはそれでやっぱ車のコンディションはいいんじゃないかなとは思いますよね。はい、でそれがまさにこの車のコンディションという形になってます。はい、で、これ乗られてたお客様が、うちの YouTube を見てもらってて、はい、で YouTube を見てメールっていうかね、問い合わせフォームからか、はい、買い取りの依頼でお問い合わせいただきましたという形で、買わしてもらった車になります。はい、でここで、ちょっと買い取りの経緯というか、一般的な流れでこの車も買い取りさせてもらったんだけれども、はい、1回目大体車のざっくりした内容でお問い合わせをいただくじゃん。はい、で大体それに対してある程度僕の方で想像できるところの情報をもらえてれば、はい、大体ね上中下みたいな形で値段を出させていただくんですよ。はい、例えばだけどめちゃくちゃ低得点綺麗だったら200万ぐらいです。はい、例えば錆あって多少傷あってでもこんぐらいで売れるんじゃないかなって言ったら150万ぐらいですみたいな。はい、で、もう結構ボロボロ中身サビサビとかこの車でいうまでダッシュボード浮きあり下回り赤サビ腐食ありとかだと100万ぐらいですみたいな感じで、はい、大体上中下出させていただいているという形で、それに対してお客さんの方で、必要な情報をメールで送ってもらったりとか、はい、大体僕の車は上と中の間ぐらいかなみたいな感じでこうリターンもらって、はい、でそれに対してもう一回またじゃあここはどうですかここはどうですかって何個か質問させてもらってこう上中下の例えば下は100上は200のところからだいたい150から180ぐらいまで詰めていって、はい、で最後のもう一回情報のやり取りするとだいたい160から170ぐらいじゃないですかっていうところまで詰めていって、はい、でそれぐらいだったらもう売ってもいいかなみたいな話になったら、はい、話になったらっていうかそのぐらいの話になると基本的にはもう僕の方であとは最終確認という形で現場に行って、はい、車の査定をしてでその場で値段をさせて買い取ってくると、はい、一応こんな流れになってます。わかるかな？イメージは分かるよね。そうだよね、はい、そう一発目もらいます、上中下で結構振り幅多く出します、はい、でお客さんから見た時に自分の車ここら辺かなっていうのでリターン返してもらって、はい、でそれに対してここどうですかここどうですかってちゃんとこう確認を取らさせてもらって、はい、である程度10万20万ぐらいの幅ぐらいまで狭まって、そこでもう売ってもいいよっていうことであれば、実際に車を見に行かさせてもらって買い取りさせてもらうっていう形になってます。はい、でもちろん売る手前の段階で大体相場知りたいみたいなっていう形だったらもうそのメールいただければ大体これぐらいですよって返すのも全然できるんで、はい、そんな感じでねいつも買い取りはやらせてもらってるようなイメージです。はい、でこれがメールだと1回お世話になってますAEトレーディング個人ですとかさ、お世話になってます、連絡ありがとうございますみたいなやり取りがあるんですけど、はい、インスタとか LINE とかだとめちゃめちゃ早いんでパッて送ってパッてもらってパッて送ってパッてもらってみたいな感じでやってるので、はい、結構早くできるんじゃないかなと思います。はい、OK ですね。はい、はい、そんな経緯で、こちらの車も、買い取りさせていただいたという形になります。でしかもこの車は前回のチェイサーと違ってこれから売る車なのでまだ買えます。商品としてはい、っていう感じなのでじゃあここからは早速車の紹介やっていきましょう。はい、OK ですね。お願いします。はい、じゃあですね、まず車の外装、はい、フルノーマルなので、はい、車外品はついてないんですで、はい、外装の傷とかのチェックからいきますけれども、はい、基本的に大きな傷とかは特になし、本当に細かいここがこういうエアロのさちょっとしただいぶ細かいだいぶ細かいでしょ。
とか、まあ、こっちもかな、ね、はい。これちょっともったいないね。そうですね。はい。っていうぐらいの傷ぐらいです。横行っていただいて、まあ、アルミホイールも足回りもノーマルで、タイヤはね確かね2021年だったかな。そうだね、2021年だね。はい。そうのタイヤとなっていて、で横から見てもらっても、まあ特段細かい傷、まあちょっとねこういうのはあるけど、ちょこっとね、もうちょこっとですよ。はい。まあタッチペンすれば全然気にならないんじゃないかなっていうぐらいの傷と、はい、後ろがまあここら辺もちょこって感じかな。はい。はい。こんなレベルです。どうですか？もうでっかいのとか全くないってことですね。全くないね。はい、かなり綺麗じゃないかなと思います。綺麗ですね。そうで、今ではね買えない希少なその純正オプションのこのエアロスポイラーとかもそうですし、ね、純正オプション。うん。あとはサンルーフね。サンルーフもオプションですから。はい。やっぱりね最近サンルーフ付きを希望するお客さん多いね。あ、サンルーフがやっぱりそうた方が。で、あ、そうそう、あとねここにねサンルーフバイザーの取り付け跡があるんですけど、で今取っちゃってるんだけど、はい、サンルーフバイザーあるので、もし希望の人がいたら、まあ、それは差し上げますっていう感じです。あ、今一旦取ってるっていう。さあ一旦取ってるっていうかね、まあ、いただいた時から取れてた。あ、そうなんですね。っていう感じです。はい、じゃあ次内装行ってみましょう。はい、エンジンかけちゃいますね。まあ毎度のチェックになりますが、やっぱりここら辺のパネルとかはしっかり灰色してて綺麗だし、はい、距離相応でハンドルもさ、そんなまあ多少のねスレはあるもののハゲとか特にないですし、ないですね。そして走行距離を見ていただいて86,500？ 86,535キロという感じですし、ダッシュボードの浮きも全然ないですし、はい、シートのすれも全然ないと、ね、浮いてないし、ね、シートも綺麗ですよね。あ、綺麗ですね。で後ろのシートを見ていただいてこんな感じですか？後ろも綺麗です。かなり。そうなんですよ。はい。という形でノーマルで本当程度がいいので、はい、特に話すことがないと、それぐらい程度がいいお車と。まああんまりね自社の車をね言い続けるのもちょっとどうなのかなと思いますけども、はい、でも本当に程度いいと思います。そうですね。あ、そうそう、昨日ね全然話変わるけど、はい、チェイサー買っていただいたんですよ、別のお客さんにね。白の方ですね。そう、はい、昨日買ってもらったんですけど、はい、これこの間はまだあったじゃん。ありましたね。そう、そのお客様がいらっしゃって、はい、結構ねいろんな車屋さん回ってたんだよ。はい、全然違うらしい。あ、全然、程度がってことですか？程度がなんつったらいいんだろうな、まあ程度だね。程度もそうなんだけど、車の綺麗さ、はい、サビはさ正直言ってさ、はい、サビを落とすのって結構大変だったりとか、はい、まあ傷も直しちゃいいじゃんっていうのがあるんだけど、はい、まあやっぱ物理的にどうにもならないものってあるじゃないですか。はい、だそれはそれでしょうがないと思うんだよね、はい、中古車だから、はい、なんだけどそれに輪をかけてとにかく汚ねえっていうそうっていうのがあったらしいです。だからうちの車はまあコンディション的にもいいっていうのもあるけれども、はい、なんかね、まあ一応ね一台一台ね業者さん、僕らも知ってるクリーニング屋さんがいますから、そうですね、はい、その人にお金を払ってクリーニングしてもらってるのもあって、やっぱ綺麗らしいです。クリーニング的な部分でもっていうこと。そうそれで全然違うらしいよ。なんか本当に苔生えてる落ち葉がなんかいっぱい転がってるとかさ、それはちょっとあるらしい。ちょっと嫌ですもんね。ちょっと嫌だよね。そうっていう感じです。じゃあ次エンジンルーム行きましょう。エンジンルームを見ていただいて、まあ日産車と違ってトヨタ車ですからサビは強い。サビは強いとはいうものの、1G はっていうかまあトヨタ車かな。ここら辺はやっぱ白いサビよく出るんですよね。どうしてもアルミの腐食、結構あるんですけど、これは見ていただいてやっぱ分かる通り全然サビ出てないっていう感じなので、本当にもうここエンジン開けてここ見るだけでいいじゃんっていう、そんな感じです。
でもちろんアイドリング静かだし、まあでも、まあ、全然問題ないし、はい、でただタイミングベルトウォーターポンプは変えてないので、はい、まあそこら辺も8万何千キロの20何年前の車ですから、はい、次乗るときはまあ変えてあげた方がいいかなとは思いますかね。はい、はい、であとは、まあ、ここのカムカバーパッキンもオイル漏れとかもここも出てないので、これは確か変えてたんだっけな。でね、もともとトヨタでずっと整備やってたのよ。でもしかしたらこれは変えてあるかもしれないけれども、はい、一応そんな感じの車になっております。はい、 OK ですね。はい、はい、あとは下回りトランクルーム、はい、いきますか。まあ、トランクに関してもこんな感じ、まあ錆なり何なりはなくないですね。綺麗でございますね。ヨッシーと一緒にさっき洗車しましたけど水入ってないので、はい、大丈夫ですね。こっちもよっとこっちも、はい、綺麗ですよね。はい、綺麗ですし、よっで最後はこんな感じですね。ちょっと埃はありますが、はい、でも錆などなく、全くないですね。全くなく綺麗です。このシーラーももちろん純正ですし、うん、という感じなんですよ。はい、はい、でそしてですね、はい、あとは気になるお値段。そう値段に関しては、はい、今もう貼ってありますけれども245万円です。はい、うん、でこれはちょっと考え方なんですけれども、はい、まあ、修復歴ありって言ったじゃん。まあ後でちょっと説明するけどさ、はい、修復歴ありで245万円ってことは、これ多分修復歴なしだったらあと本当50万とか、お店によってはこのクオリティでこの距離だったら多分あとこれよりも100万円ぐらい高く売ってるところもあると思うんですよね。全然300万台。全然300万台あると思うんですよ。でそうすると、まあ、例えばじゃあ仮に修復歴なし8万キロで、しかもこれだけ綺麗でサンルーフと純正エアロついてってなると、はい、じゃあ350万円ですっていうプライスを貼っても、まあ、今の中古車市場的には全然ありだと思うんですけど、はい、高いじゃん。そうですね。でしょ。普通に考えたら高いです。普通に考えたら高いじゃん。はい、そうだったら走行に支障のないぐらいの修復歴車を買っちゃっても俺は全然ありだと思うという感じでございます。なので、これはね程度は良くて諸々のクオリティ良くて、はい、で値段を下げる要素として修復歴がありではあるものの、まあ、さっき言ったように走行に特に支障ないので、はい、全然いいんじゃないっていう感じです。その程度の修復箇所、その程度の修復歴。じゃあ修復歴の説明しますけれども、そうしかもこれお客さんがさ、はい、例えばなんだろうな、お客さんが事故車として車屋から買ったっていうと、当時の車屋さん20何年前の車屋さんでしょ、はい、例えばだけどものすごい大事故車を直して売ってる修復歴車っていうのもあったわけですよね、はい、でもそれは買う側にとっては分からないことじゃん。そうですね。ね、はい、どこまで直してますかって言ったって前大体どこの車屋さん行ったって、まあ、今俺がまさに説明しようとしてるけど、はい、まあ軽く当たってるぐらいで大丈夫ですよって話になっちゃうわけよ。はい、まあその説明を今俺をしようとしてるから何とも言えないけどさ、はい、でも実際はそのどこまでやってるかわからないっていうところがあるんですけれども、はい、このお客さんはですね実は自分で軽くぶつけちゃったんですよ、はい、トヨタで確か修理してもらったかな、はい、修理してでそれからそのままずっと乗ってる車なので、はい、特段問題ないですっていうところはあるんですけれども、はい、まあ白か黒かでいうと黒の車なので修復歴ありになります、はい、でやってある部分としては、はい、まずボンネット交換してあって、軽く追突しちゃって、どこが追突したんだろうな、分かんないけど、まあ、いずれにしてもボンネット、交換してあるのと、ボンネット開けて、このコアサポート、はい、これね、を交換してあります。はい、で、まあ、ボンネット交換、コアサポ交換、あと左フロントフェンダーも交換してるんですけど、はい、ここのパネルの交換は修復歴ではないです。これだけだった。これだけではない。はい。はい、まあ厳密に言うとね、当時はここ交換したら修復歴ありだったのよ、はい、でも今は修復歴これだけだったら大丈夫になった、はい、今だったらってもう何年前だ、10年前ぐらいか、はい、うん、っていう感じなんですよ。で、修復歴になる大きなポイントとしては、はい、ここのね内側これねウインカー外して見るとちょっとよくわかるんですけど、ここら辺ねちょっと触るとねザラザラしてたりとかしてて、はい、まあ簡単に言うとここがインサイドパネル
っていうところになってて、はいここ色修正入ってるので手が入ってるので修復歴ありにしてるっていう感じになります、はいまあ、場所によっては通んないんじゃないかな、まあ、これぐらいだったらいっかとかって言っちゃう人もいるんだろうけど、はいでここのパネルを大きく変えたりとかするとここのシーラーとかが全然変わってくるんですけど、これ普通の純正のシーラーなので、ここら辺とかは全然手が入ってないっていう形になってます、はいだからおそらく前からぶつかってはいでコアサポートをギュッと押されて、はいで押された拍子でここまで波及しちゃって、はいでここを戻す時に修正してるっていう多分そういう感じじゃないかなっていうふうに僕は読んでます。多分ね分かんないと思う、まあ、見ても分かんないよな。ちょっと待ってね、内側もこれよいしょ、左右見比べても分かんないぐらいなんで、はいこここれインサイトバレルの外側なんでね、これはフェンダーなんだよ。そこそうここら辺がちょっと色入って軽くここら辺剣も当てて修正かけて、でこのスポットの溶接も、1箇所ちょっと打ち直してるのが、いやこれは打ち直しじゃないかな、これは純正かな、まあいずれにしてもそんなレベルですっていう感じで、これがもっとひどいとはいぐしゃっといってて、ここがさらにギュッと歪みが出て錆が出てたりとか、はいまあ車によってはパテ持ってたりとか、はいまあいろいろあるんですけれども、まあこれはどっちかというとなんか波及して押されちゃったのをちょっと軽く戻したかなどうかなぐらいな感じ、はい大した事故ではないっていうふうに僕は読んでますし、はい実際問題僕もこれお客様から買い取りでいただいて何キロ乗ったんだろう、まあ50キロぐらいは乗ったかな、高速道路も使って乗ったけど全然全く問題ないので、はいそこら辺は安心してもらっていいんじゃないかなと思います、すごいね、ネジ1本も使ってないからすごいという感じでした。まあそれがさっき言った修復歴ありのところで、でも何度も言うようにちょっと俺が見てもどっちにしようかな、まあでも一応ありにしとかないと嫌だしなっていう形で修復歴ありにしてるレベルで、はい値段がさっき言ったように50万100万安いんだったら、はいこれは全然ありだと思いますと思わない？僕の感覚だったら絶対こっち買いますね。そうだよねはいっていう感じでした。だから何度も言うけれども、まあ、これだけ綺麗でこれだけ希少な個体、さっき言ったようにメンテナンスもやっていた、距離も少ないっていうのをさっき言った、まあ、これだけで選択肢から除外しちゃうのははいちょっともったいないよねっていうのがありますし、まあ、変な話245万円で例えば13万キロ15万キロぐらい走ったオートマを買うんであればはい多分こっちの方がお金かからないで長く乗れると思ううんっていうのがありますから、はいまあなんかそんなところをねいろいろ踏まえて中古車選びしていただけるといいんじゃないかなと思います。はいはい。はい、じゃあよし君。はい一応本日こんな感じで、はいまたまた買い取りでいただいたとても程度のいいチェイサー、改めましてですけれども1998年式、年式は平成12年式の走行距離が8万6500キロ、はい東京都内のマンション地下駐車場で眠っていたはいとても程度のいいお車でございます。車検は来年の2月、値段は245万円、まあ今なら245万円という感じですかね。はいまあこれも25年経ってるから、まあ上がることはなくて、はいまあ売れ残ったらまあちょっとずつ下げていくかな、どうしようかなみたいな感じです。はいでもあんまり売れ残って下げるんだったら変な話、オークション会場に持ってっちゃった方が値段は入っちゃうので、はいそうすると分かんないですよ。海外のバイヤーの人たちともう25年経ってるから勝負になりますから、僕は売る側なんで勝負はしないですけれども、勝手にこう値段が上がっていっちゃうところにはなるので、まあ今だったらまだ全然これで買えます。で色は純正の黒、純正オプションのエアロ、純正オプションのサンルーフ、取説保証書、定期点検の記録簿、トヨタの整備した記録簿複数枚にスペアキーも2本完備してあるという感じのお車でございました。はいじゃあ恒例質問なんかあればお願いします。そうですね。最初修復歴をチェックするので2秒ぐらいで分かるっていうことを言われてたんですけど、言ってたね。はい。さっきのウインカーのところ外してたのがそういうことですか？あれは2秒じゃ収まらないんですよね。あれ結構かかります。あれかかるよね。外すので。確かに。まあでもね、はいあれじゃないんですよ。でしかもあれも、まああそこ見てさ、これがオリジナルなのか修正が加えられてるものなのか、はい修正もその引っ張ってるものなのか、溶接打ち直してるものなのか、はいパテ持ってるものなのかってやっぱヨッシーじゃ分かんないでしょ。全然分かんない。なかなか2秒じゃ分かんないよね。全く分かんない。そうだよね。オッケーオッケー、そうだ、それ忘れてた。じゃあ教えます。はい。正確に言うと、はい。
修復歴ありかなしかは2秒じゃ判断できないです、なぜならばそこを交換してても修復歴ではないポイントなので、答えはですね、このコアサポート、これです。このコアサポートが交換してるかしてないかは、すぐ分かるという形になります、でこれはさっき言ったように交換してますよね、交換してますよね。じゃあこの車、同じ100ですよね。よいしょ。はい、これ交換してないんですよ。これ交換してないんですよ。はい、してない。はい、じゃあ次行きましょう。はい、これ交換してない。じゃあこの買っていただいたこちらのチェイサー。まあ中古で買えてたら分かんないからでも、まあでも中古のコアサポートってあんま使わないもんな。はい、これ交換してないんですよ。2秒でしょ。してない。はい。開けてすぐ分かる。開ければ分かる。どこだと思いますか。もう一回戻りますか。ちょっと引っ張っていいですか。じゃあいいよ、俺そっちでさ写真撮るからさ。はい、これとこれですね。ノーマルとノーマルですね。何が違うか分かりますか。こっちが交換してないさっきの白いやつね。交換してない。はい。でこっち交換してるやつ。間違い探しみたいになってる。まあでも修復歴者探しって間違い探しみたいなもんなんだよね。わかる？わかんない。ステッカー。お、ちょっと惜しいな。わかんないですか？これですか？ああ、なるほど。まあステッカーも一つの基準ではあるよね。純正の時についてるステッカーが貼ってるか貼ってないか。でもステッカーって剥がすこともあるじゃん。ありますね。で、答えはですね、このちょっとここ見比べ、この動画撮ってね。ここのこの番号。番号。そう。チェイサーって100系ってこれ番号入ってるんですよ、コアサポに。で交換したパーツには入ってないんですよ。入ってないですね。入ってないでしょ。こっちには。入ってないでしょ。あ、そういうことですか。こっち入ってるでしょ。28333。そうですね。じゃあもう一回見てみましょうか。じゃあこっちのチェイサー、これもまだ今度やりますからね。はい。あ、入ってる。入ってるでしょ。入ってますよね。だから交換してないんですよ。でこっちは、まあこっちはさっき写真撮ったからね。こっちは入ってますよね。っていう感じ。だからこれを見れば、コアサポートを交換してるしてないっていうのはとりあえず分かる。分かる。で、コアサポートを交換してるってなんか消耗したから交換するパーツじゃないからさ、基本的に、消耗したから交換するパーツじゃないので、基本的にはここまで入ってる何らかしらのトラブルがあったと思っていいと思います。まあこれね、まあ知ってる人多分多いと思うんだよな。これ100系に限ってトヨタ系は比較的多いんじゃないかな。っていう感じで皆さん車屋さんに行ったら番号入ってるかチェックそれはそうですね、覚えておいた方がいいですね。してもらえれば。でも何度も言うようにね、それが入ってるから事故歴ありじゃないからね。ここを変えても修復歴ありにはならないので、一つの目安です。でもまあ入ってれば変えてない、ここ変えてないっていうことはまあとりあえずはここまでは行ってないのかなっていう判断にもなりますし、まあ一方で変えたって番号が入ってないんであれば、まあ何らかしらちょっとダメージはあるんだろうな。じゃあそこから先はやっぱり自分で追っかけていくしかないのでっていう感じでございました。じゃあそんな感じで終わりましょう。引き続き忙しくやらせていただいているので、とにかく買い取りが今日もこれからあと45分後にお客様いらっしゃるので、スタンバイしましょう。じゃあそんな感じで今日はありがとうございました。またお願いします。ありがとうございます。